はい、哲也です。今日はですね、小西文章は守秘義務違反や虚偽公文書作成罪に問われないのかというテーマでお話してみたいと思います。今ね、連日小西文章の話で持ちきりなんですけれども、例えば大臣に対する、当時の高市大臣に対するレクが、放送法の解釈に関するレクが行われたのか行われなかったのかっていう話が結構焦点になってますけどね。行われたかどうかっていうのは、これははっきり言ってわからないというのがもう現状だと思います。高市さんはレクはいろいろ受けてるからね、何らかのレクがあった可能性はないとは言えないけれども、少なくとも文章に残された内容のレクはなかったというふうに言ってるわけですね。しかし小西議員らはですね、いやあったんだと、公務員がしっかりファイルしてたのであったんだというようなことを言ってるわけですけれどもね。ただレクがあったからといって内容であったというのはやっぱり担保されてないんですよね。これは皆さんご承知の通り、やっぱりその文章の正確性というのはね、発言した人たちに回覧されてチェックを受けて初めて、そしてOK が出て初めて正確だと言えるわけで、これは自分たちが勝手にこういう話でしたよということで、持ってたということですよね。行政文書という限りにおいては複数の公務員で共有してたということなんですけど、その複数の公務員が共有してたといってもですね、これは旧郵政系の人たちだけで持ってたという話なんですね。仲間内で持ってたということですよね。で、高市大臣、当時の大臣にも、それから事務次官ですね、大臣レクっていうのは結構高度な上の方の仕事なので、事務次官には一応通しておかなきゃいけないと思うんですけど、事務次官のチェックも受けてないというようなものなんですね。しかもその行政文書ファイルの中にも入ってない、管理簿っていうんですかね、行政文書ファイル管理簿っていうのがあるそうですけども、これは総務省の人たちは自治派であろうと郵政派であろうと見れるわけですけど、今回はその行政文書ファイル管理簿にですね挙げられてなかったということですから、結局仲間内でですね、勝手に持ってたというだけなわけですよね。言ってみればグループ LINE で親しい人だけでグループ LINE ってやるじゃないですか。グループ LINE にファイルを載せてたみたいな、そんなレベルの話ですよね。非常にずさんだと僕は思いますし、行政文書も公文書の一部らしいですけどね、その確からしさというか正確性はもう本当に低いものだと言わざるを得ないんですね。で、この保存についてやっぱり今問題になってましてね、門田隆翔さんなんかはこのように言ってます。この文書はどのような形で保存されていたのかとの共産党宮本武氏の質問に、総務省は総務省で電子的に保存されていた、確認した結果行政文書ファイル管理簿への記載が行われておりませんでしたと。管理簿にも存在しないものがなぜ小西議員に渡ったのか、内容の信憑性を含めさらに疑問を付出というふうに書きました。当然ね、僕も同じような感想を持ってるんですよね。疑問がますます湧いてきますよね。こんないい加減な、先ほど言ったように発言した人にきちんと回ってないということと、それからトップの事務次官にも渡ってない、それから自治派の人たちは見られない状態にしていた、そういうことを考えるとね、極秘文書なのか何か知りませんけれども、本当に内容は信憑性がないと、非常に低いというふうに言わざるを得ないですね。しかし小西洋之さんはこのように、反論しています。リツイートでね、門田氏の悪意は本当に残念だ。行政文書の管理簿に存在しない極秘文書だからこそ、提供者はこの文書を使って違法な解釈を廃絶し、言論の自由と民主主義を守ってほしいとの思いで私に託してくださったのだ。総務省の最高幹部らが作成し使用したこの文章の内容には疑問など存在しないと言ってよいと、こういうふうに、反論されているわけですけれどもね。僕はね、この小西さんの主張には非常に素朴な疑問を感じるわけですね。それはなぜかというと、まずそれ3つあるんですけど、1つ目はですね、これリツイートしたので紹介したいと思いますけれども、素朴な疑問 ①、 高市氏らが違法な法解釈を行ったと言える根拠はということなんですね。まず第1点目は、
これ違法な法解釈をしてますか？僕は全然してるように見えないんですよね。番組、政治的公平性というものを、重視しなきゃいけないという、放送法第4条があるわけですけども、これまでの解釈上はですね、一番組ではなくて、その放送局の放送している全ての番組を通して検討するというようなことになっているわけですけれども、ただ非常に例えばですね、選挙直前の時に例えば自民党だけの番組をずっと作るとかね、あるいは逆に民主党系の番組ばっかり作るとか、野党ばっかりの番組作るとかね、そういうのはちょっとやっぱり政治的公平性がないというふうに判断せざるを得ないですよと。だから極端な場合には一般論としてはね、そういうこともあり得るというの、これは以前からの解釈ですからね、あなたに出てきた解釈じゃないんですよ。だから違法な法解釈とは何なのか、ね、で高市氏らが違法な解釈を行ったと言える根拠は何なのかということなんですね。で僕はいろいろ調べていくうちに、面白い記事を見つけたんですよ。これはね、2016年の2月13日付の記事なんですけども、産経省という産経新聞の、一つのコラムですけども、民主党政権が電波止めるぞと恫喝したのをお忘れか、2月13日って書いてるんですね。新聞やテレビがよく指摘される問題の一つが、対象によって適用する基準を変える二重基準の手法だ。同じことをしても A ならば問題視せず B だったら危険視したり激しく非難したりする業界の悪癖である。高市早苗総務省が放送事業者が政治的公平性を欠く放送を繰り返した場合、電波停止を命じる可能性に言及したことで、野党や一部報道機関から批判にさらされている。事業者を萎縮させるメディアへの圧力だ、憲法に抵触するなど仰々しい、そういうことを言ってるわけですね。で、続きを読みますと、高市氏は法令についての従来通りの一般論を答えた。安倍晋三首相は、当時ですけど、安倍晋三首相はこう述べたが、野党はさらに追及する構えだ。10日の衆院予算委員会では、民主党の大串博氏が電波停止を否定しないのかと安倍首相に詰め寄っていたが、それでは民主党政権時代はどうだったのかということでね、民主党の時はもう完全にですね、一つの番組とかそういうものは問題にしなかったと。電波の停止なんてそんな恫喝は一切やってませんということなのかと思いきやですね、次こう書いてあります。放送事業者が番組基準に違反した場合には、総務省は業務停止命令、運用停止命令を行うことができる。これは高市氏の発言ではない。もう一回言いますよ。これは高市氏の発言ではない。菅直人内閣時代の平成22年11月、平岡秀夫総務副大臣当時が参院総務委で番組規律違反の場合でも業務停止命令が行えるかと問われた際の答弁である。ってことですよね。これ民主党が言ってるんですよね。なんて言ってたか。放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務省は業務停止命令、運用停止命令を行うことができるって言ってるんですよ。どう思います？そんなことをやっていると電波を止めるよ。政府は電波を止めることもできる。これは誰が言ったか。民主党政権では気に食わない報道をしたテレビ各社の記者に対し、露骨に恫喝した幹事長もいた。これは越市幹事長という方ですけどね。そんなことをやってると電波を止めるよ。政府は電波を止めることもできると言って恫喝してたっていうんですよね。少なくともですね、高市さんは事業者に対して電波を止めるぞって直接恫喝したことありますか？ないですよね。これどういうことなんでしょうか。で、当時は特段反応せず、安倍政権ではことさら大騒ぎするのでは野党もマスコミもご都合主義が過ぎようというふうにまとめてるわけですけどね。まさにこの通りなんですよね。実際は民主党時代と解釈は変えてないので、小西さんが言うようにね、高市氏らが違法な法解釈を行ったと言える根拠が全くないわけですよ。違法性はないわけです。つまり民主党時代からの解釈を継承しているだけ。しかも直接業者に対して恫喝を行ったことはない。民主党政権時代は越石幹事長がそういうことをやったという話があるということですね。
丸2、ちょっと長くなりましたけど丸2いきますね。丸2、総務省の最高幹部らが作成し使用した文書であればその内容に疑問など存在しないと小西さんは言ってますけど、それはなんでですかね最高幹部だろうが何だろうがね、偽造したりすることって今までなかったですか。財務省で、自分の答弁とそぐわない文章があったのでその文章を書き換えさせたということがあったじゃないですか。死者まで出たでしょ。だから最高幹部が作成し使用したからといってそれだけをもって正確でね、あるいは疑問など全く存在しないものだと言い切ることは全くできないと思うんですよ。つまり根拠がないと僕は思うんですよね。よく民主党の、立憲民主党の人がね、詳しく精緻な文章だからと言いますけど、以前も僕言いましたように詳しく精緻な文章って詐欺師よく作るんですよね。だから詳しく精緻であろうがそれをもってね、無病性というか間違いがないなどということは言えないと思うんです。だから丸2についても根拠は僕はないと思うんですよね。示してほしいです、もしあるんだったら。丸3、極秘文書の提供は国家公務員法100条違反にならないの。国家公務員法100条というのはこれはいわゆる守秘義務ですよね。職務上知り得た情報秘密をですね外部に漏らしてはいけないということですよね。これに該当しないんでしょうか。極秘文書と言ってるんでしょ小西さんはね。該当しないということがどうして言えるんでしょうか。それからこういうことは言えるかもしれません。公益通報者保護の対象になるというならその根拠はということで、公益通報者保護の対象になると言えるのであればですね、これは公益通報者だから保護しますと、行為だから保護しますと言えるわけですけれども、その根拠がないわけですよね。で、公益通報者保護されるのはこの違法行為に対してですよ。で、先ほど言ったように高市氏らの解釈の変更についてですけど、これは解釈変更があったとは言えないんですよ。ずっと前からの解釈をそのまま継承しているわけですね。だから違法な解釈を行ったという根拠がない以上ですね、公益通報者保護の対象になるとも思えないんですよ。ですから小西さんにはこの今僕が指摘した問題についてぜひ答えてもらいたいと思うし、関係した人たちですね、先ほど言ったように発言者すべてに回覧されてない文書、確認を経ていない文書、そういう意味において正確性が担保されてない文書ですから、これ正確性を担保するためにはですね、関係者全部呼んでしっかりと尋問してですね、証人喚問かなんか知らないけどみんなに聞いてですね、矛盾点があればそこをはっきり、詰めていくべきじゃないでしょうかね。それともう一つは、国会というのは裁判所でも何でもないのでやっぱり限界があるんで、どなたかがきちんと刑事告訴して今言ったような、国家公務員法100条違反とか、あるいは刑法156条違反、虚偽公文書作成罪ですかね、あるいは公文書偽造罪というのもあるでしょうけど、何に当たるか分かりませんが、そういう刑法上の問題になる可能性もあるのでね、ある程度のところで打ち切って刑事告訴、刑事告発に踏み切った方がいいんじゃないかなと僕は思っています。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。